か煙出てる、煙出てる。あ、ストップ。そこに膝を乗せるんです。ちょっと待って今ちょっと。もうやばい、もうやだ。そこの川の水で薄めたらうまくなるかな。雨で濁ってんだろ。おやすみ。ここまでエンスト1回。交差点でエンスト1回。マニュアルルコさん。めんどくさいね、いろいろね。高速は楽っしょ、しかし。高速乗ってからは、まあ、普通の車と同じ感じ。あとね、なんか坂道の時にキャラバンとかボンボほど減速しないかなっていう感覚があったな。そこはやっぱターボ車の強みが出てんじゃん。どっちかというと乗用車に近いかもね、キャラバンボンゴに比べると。今日は寝床を作ったエブリィで、お二人車中泊を試しで行ってみます。はい。ちょっと荷物がね、すごい気になるね。やっぱとりあえず2人で2泊分ぐらいの荷物積んだけど、結構乱雑になっちゃうね、やっぱ。床下の収納にも結構積んだんだけど、まあ、釣り道具とかキャンプ道具とか積んだんだけどダメだね。ちょうど今日明日が曇り雨らしい。何やそれ。なんやねん、修羅場ってんね。これでも下りだから大丈夫。なんか止まりたくなさそうだ。止まらないように進んでるね。頑張ったね。いや、頑張った。割と地獄だったね、さっきの道。1400円ぐらいした。いや、私のもバーガーも1400円ぐらいしたからそういうもんだ。もりもり系だね。美味しそう。なんつって俺行ったことある。あ、そうなの？有名なの？超有名。初めて聞いた。並ぶよ。あとでちょうだい。運転は達夫に選手交代しました。おっと、お願いします。雨だから登山貸し切り説あるよ。それを希望したい。花の丹沢で。あ、それっぽくね。あ、名水の里、これじゃない？どうやって右入るの？むず。城を座さすさんが行かせてくれる。ありがとうございます。あそこだよ、あそこだよ。奥に。おお、笹のつゆ。ギアの切り替えが鮮やかだね。だろ。鮮やか。乗り心地オートマでしょ。うん、滑らか。まるでオートマだろ、俺のマニュアル。ここスーパーとダイソーが一緒になっているスポットですよ。とてもありがたいスポット。ロピア。スーパー、ダイソー、フロー。確かに全部揃ってる。ドラッグストア。私ここ前来たことあるんよ。ずぶ濡れや。平日9時から24時。雪地。いらっしゃいませ。反応がめ悪めだよ。っちゃ強めに押して。バイバイ。昼さ、バーガー食べたのにさ、この後運転したことで全てのカロリーが消耗され尽くしたんやけど。ほら。あのエブリィすごくない？うん。スーパーリフトアップエブリィ。バンパーとか変えてる。ああ。バンパーを短くしてる。顎がなくなった。俺も20万でも前にウィンチつけようとしてた時は、あれに変える感じだった。そう、一回しか来たこと、はいなんだけど、すごいまた来たいねって言ってた。ちゃんとしたトイレがないから、ポータブルトイレがあるからもう大丈夫だねとか言ってたら、今日ポータブルトイレ忘れたよね。そう。あ、二歩層ですわ。来た来た。これは立派な二歩層ですわ。あ、これだ。ちょっと飛び気味になるとガタンってなるから。やばいやばい。ローでいくわ。
よくボンゴで前こんなとこ通ったな。だよね。確かボンゴでもこんな感じだった。だった。でもやっぱボンゴの時に比べたらこのガタガタ具合はマイルドだよね。なのかな。いやマイルドだ。パンクしそうで怖いけど、そのためのマットタイヤでしょこれしかし。だよ。だから燃費を捨ててマットタイヤを履かせてるんですよね。すげえわ道やっぱここ。今燃費5、6ぐらいです。ひどいね。セカンドの方がいいんじゃない？ひたすらローで走ってるけど。うわやば。10キロ切ったらローね。ああ、知らない？どっちでもいい。雨上がりの日に昼が出るらしい。明日いるかもね。そうそう、これ名水の滝。あ、これがもう組めるって話やつか。滅菌処理をしていません。沸騰させてから利用してください。これでコーヒー飲んだらうまそうだね。戸沢まであと 3.7 キロ。昼いた？昼捕まえた。なんか俺もなんかチクチク。あ、俺にもいた。なんかチクってしたと思って。あ、いたわ。靴のところに入ってた。昼の吸着力結構すげえ。チクってするなと思ったらいたわ。こんな外を歩いただけで昼出る。昼つく。ほら、昼がいる。昼いっぱいいるぞ多分。昼がいたことでテンションが爆下がりしてる。昼でテンション上がるやついないよ。ないよね。あんな斜面だったっけ？うん。手前側が柵してある。でもその奥は入れそうだね。うん、イエーイ！貸し切り。誰もいないね。なんか書いてある。当初ご利用の皆様へって書いてある。ここにカンパをお願いしますってこと。もちろんカンパはもちろんさせてください。あ、この基金にカンパをする。こんな柵昔なかったよ。この柵はなかった。いや、俺この柵から離れたいんだけど。だけど向こうはかなり傾斜がきつくない？あれ？私のウイカのエンストをさ、数えても分かりしてたからね。こっち回転数が足りなかった。その辺はさ、プラマイゼロとさ、平らだったりしない？うん。ここだよね。ここに収めれば。ここは問題なく。あ、ストップ！
これにガコってなった。マジうん。これにガコってなったけど、まあエブリィさんは無傷みたいだタイヤね。が当たった？そうそう、タイヤがガコってなった。でこの石がずれ危な。た。危なかった。でもでもこれフラットっぽい。ぽいぽい。痛いよ。ちょっと待って、俺の2匹はいる。あのね、これでキャッて取ると取れるんだけど、これにくっついた跡がね、ちょっと待って。やば。やばい。ちょっと待ってね。いや大丈夫。窓を開けて。俺そんなやった俺そんななんか外いた？いたんだろうね。あ、デコピンでこれできるよ。マジ？うん。すごい吸い付き力じゃない？うん。うわびっくりした。もうやばい、もうやだ。この足の指の間とかにいないよね。あ、なんか血が出てるよ。し、血で滲んでるし、この靴下。くそ。靴下の上から吸えるのすごくない？2箇所吸われてるわ。憎きほら、ここと昼目が。じゃあ俺のところ合計3匹いたってことか。なんか結構ムカついてきた、昼に対して。俺別にムカつかないけど。あ、本当。いすごいムカつつの間いてきた。にって感じ。昼ってなんか血を溶かしてさ、固まりにくくしてる、もしかして。血を固まらせにくくする。昼に刺されたところにある。使えるかもしれない。料理する側が網戸にした。ついに実践デビューだから。貸し切りすごい。よし、オッケー。オッケー。いい感じ。もうちょい小さくてもよかったね、これ。うん。よし。あ、いいね。はまってないね。これで。あ、オッケー、入った。ちょっと前に引きながらうん。やればいい。使わない荷物を前に押しやるっていう手順があるから。うん。この手順ないようにしたいな。理想は。めんどくさいよ。一人の時もやるけどすげえめんどくさいんだよ。なんかね、俺思ったのは、一人の時は助手席をあらかじめ倒しといて、もう収納にしちゃっときゃいいんだ。最初から。ああ、確かに。それが俺、一人二人の可変のいいやり方だと思う。タオル干し場も欲しいです。欲しいですね。そういえば。この手すりに干すしかないんだけど。ね、綺麗に干せないもんね、それ。簡単にウォークスルーできる。貞子スタイルにならない。助手席を倒して運転席はそのままにすると運転席からもうウォークスルーがもう簡単でした。助手席が背もたれになる。こう向こう側に助手席倒してさ、ほらそういうこと？こめっちゃ広く使えるよこれ。こが食材とか置いてて、ここに水場ができた。照明が今サブバッテリーから電源取れてないから充電式のものを使うしかなくて、あとね、なんとこのテムのファン、イエス。テムのファンもこれかなり明るいから。これは気に入ってる。そう3段階。結構ビカーンとね。いやみんなテムディスりまくってるけど、これはいい、かなり。あ、これは良かった。うんなんかやっぱ家でも使ってる。ものによるね。そういうこと、それが言いたかっテムがどうのというより。あ、てかあれ、照明ベアボンズやめたの結局。まだ早い。弱めのが長持ちするね。た。うん。いやめっちゃ広いよこれ。私は今このセッティングを調理モードに持っていきたい。寝床用のクッションとか着替えを助手席と運転席に今押し合っていて、後ろにあるものは調理道具とか水タンクとか冷蔵庫とかね。ここに冷蔵庫があって、これダイソーのテーブル。イエス。結構足グラグラだけど、まあ広くて軽くて使いやすい。俺一人の時これ結構使ってさ。ポータブル電源、さっき買ったなんだこれ、何その袋、食材か。で炊飯器、こっち側に網戸があって、これこの前作った換気扇、吸気になってるんでこっちから空気が入ってきて、この換気扇から出るようになってます。で今回初、これが一番試したかったんだけど、この床、まず今走ってきた感じ、全然そんなガタガタする感じじゃなかった。まあ道はすげえガタガタだったけど、でこの下に結構収納がねあって、ここにでサンダルを入れておいたんで、居場所がこの1段上になってて、下にサブバッテリー、今インバーターだけ使える状態になってる。インバーター
でここにいろいろ収納があって、寒かった時用の寝袋、掛け布団で、これイーノーのバッテリーも予備1個出しとくわ。欲しい。なんかなくなりそうだもん。このベッド下にもちょっと、まだあんま入れてないね。全然入るんだけど、後ろから見るとこんな感じか。ここに雨だから今回使わないけど、明日使うかもね。外用の椅子とか、予備のペットボトルとか、虫除け、ベープ類、ダイソーで買ったゴーグルとか、なんかいろいろぶち込むことはできます。ここに中で15センチぐらいあるかな、高さが。入り口はちょっとこの 2x2 があって下がってるけど、純正の状態からトータルで20センチ弱底上げしてて、海子が直立っつうか座って背筋伸ばしたら、それでもまだ余裕ぐらいかな。俺はもっと座高高いから海子のプラス20センチぐらい上まで行くんだけど立つとそうなるこれダイソーのボックスなんだけど、食器とかこまごましたもの入ってます。ウェットティッシュとかコップとかガス缶とか、ガス缶のもう出しとく。出しとこう。で冷蔵庫はイーノーの D10、 10リットルのすごいコンパクトなやつ、バッテリー駆動でやってます。バッテリーがずっと残り1メモリで頑張ってんの。この換気扇がいきなり初陣が雨っていうね。ここがもうちょっとなんか雨が滴ってるけど、上の方だけはサンバイザーに隠れてるから、今んとこ大丈夫かな。めっちゃ涼しい風入ってくる。あんまこれあげない。でこっち側はサブバッテリーがないんでいろいろ積んでて、これね七輪持ってこようとして着火の道具とか持ってきたんだけど、七輪忘れちゃったからもうこれは使えないで、釣り具とかをここに入れてます。これコンパクトロッド、ちょっとあさってぐらい釣りしようかなと思って。結構ここ広大よ。30センチちょいぐらい高さがあって、もうここから出し入れる。ただね雨降ってるといちいち外に出てここを出し入れするのはだるいから、あんま車内で使わないようなものを基本的に置きたいね。でちょっと意外と蚊がいるからこのベープ炊いとこう。買いとこう。タンク外に置いといてもいいよね別に。そうね、どうせ中でさ、使えんし。中で使わないから。タンクちょっとここ忘れ物、計量カップがない。計量カップ、この中に計量カップ入ってたりしないよね。ゴミ置き場も確定したいな。一人の時はもう最初から助手席をこう全力で前に倒して、ここを収納にしっぱなしにできたらいいな。二人の時はもう助手席をパーンって倒してパーンって収納になったらいいよね。到着したらすぐに着替えるとか、いやそれここに前に置く必要がないぐらいに後ろに収納が作れたらいいけどね。上のスペースとか駆使したらできると。上とかここの横の上とか邪魔にならない部分に収納。ただし上を使う場合は座高との兼ね合いを意識してやんないと、そうそうきつくなっちゃう。邪魔にならないよ。でマジでなんで飛べるのこいつ。あれじゃない、このズボンの内側とかに潜んでたとか。そうかな。すごくないこれ。なんかこれ寄生獣みたい。寄生獣みたい、ミギーみたい。今 24.8 度、だいぶ涼しいよ。超涼しい。もう海子の勘に任せるしかないよ、米は。完全にね、勘でこれをこれで 1.5 合弱ぐらいなんだろうって思う。米まずかったらなえるよ。美味しい米食べたいもんね。でなんかちょっとこのお尻ら辺かゆいんだけど T じゃないよね。インバーター使うのに外に出ないといけないことが分かってしまったクソ仕様。クソ仕様だよこれちょっとコンセントを車内に作るか。あ、これね。そうこれだけで見たけど。ゴミ袋ポジションはね決めとかないと。気になってたあのお酒を。メインイベント、秦野の地酒を。夏笹シュワリ、すごい素敵なラベルなんだよ。あ、プシュって言った。炭酸なんだ。泡が発酵中だから。結構しっかり炭酸、シュワシュワ、めっちゃシュワシュワしてる。シュワリだけに。乾杯。ああ、これはうまいっす。私も飲む。なんだろ
ワインスパークリングに近い。スパークリングワインみたい、本当に。要は米ワインって感じだね。米の感じもするんだけど、少し酸味があるから爽やか。これすごくうまいっす。めっちゃ好き。うまい。すごいこれうまい。これね、日本酒苦手な人でもグイグイいける。あ、いけると思すごい薄味の爽やかなワインみたいな感じ。スパークリングワイン。う。薄味ってどういう意味？秦野の水を表現するためにこうしてるんだよ。何笑ってんだ。神奈川県唯一の盆地で湧水群のある名水の町秦野、その雄大な表丹沢の爽やかな地下水で醸す金井酒造店の夏のシーズンブランド、まるでスパークリングワインのように楽しめる夏にぴったりの清涼感ある薄濁り純米発泡生。これやっぱ俺が言ってることと一緒でしょ。神奈川の酒造2軒目だね。だね。茅ヶ崎の熊沢酒造よりなんか言ってる。ちょっと他も開拓したくない？したい。俺ら神奈川ずっと住んでたのに全然知らなかった。そう。これはサブバッテリーで炊飯器は動かしてるんだけど、インバーターでね。 USB の換気扇は今回持ってきたこのペクロンの 300Wh のポータブル電源で動かしてます。かわいい。これねめっちゃコンパクトで、充電用のケーブル類が全部この後ろのバッグに収まってるからすごくいいんだよ。ケーブルって結構なくしちゃうじゃん。わかる。あれどこだっけな。これ後ろに一体化してるから、これ小さいしね、小さい。四角いし、持ち手もこういう風についてて、これ結構いいっす。なんか全然これつかないんだけど。そのまま何回かやるの。もうすでに何回もやってるんだけど。ほら、そうそう、それ何回か目でつくんだよ。傾いてるちょっと。あ、すごく傾いてる。このダイソーのケーブル自体がちょっと真ん中がこうふにゃんってなってるような気もするから。あ、でその4駆に入る瞬間もう見てて分かった。分かった。うん。前輪も回り出してた。なんかね、走りがブーンってなんか変わった。豆腐も入れる？それもしかして。あ、豆腐はないんだ。キャンプとか無理だったこれ。外飯とか。絶対無理。この雨。ちなみにマキタ。なんかリアハッチ開けててもこの辺から滴ってこないのがいいわ。うん。エブリーさん。思った。キャラバンだとこれやるとこの辺からね、この辺に落ちてくんだよ、ポタポタ。わかる。結構気になるんだよね。これ雨の日も開けっぱにできるのは結構いい。シュワシュワだからね。この酒うまいっす。これ美味しいね。うわ、うわ。全然足りないし、明日もそれこの大きさで1本買っていこうか。クリー。ちなみにここ電波ありません。一切ありませんね。楽天モバイルもドコモも全滅です。ちなみになんかそこに一応公衆トイレがあるんだよね。すごく綺麗じゃないけど。昼にやられてた。見て、ここにね血がついてるって思ったらね、ここから見て。あ、本当だ。やられてたね、昼さんに。まあでももうあれ駆逐した昼じゃない。下昼はやりなかったのあいつ。うん、やり済みなんだよね。血がついちゃったからね、さっきのとこ。どうしようもない。あ、やだ。こっちはまあ余裕だけどさ、こっち心配だったけど、雨入ってこないね、別に。そうそう、全然降り込んでくる感じない。ね、雨入ってきてない。素晴らしいじゃん。じゃあいただきます。あ、最後のこれ仕上げが。最後の仕上げ。これは何でしょう。これはウーシャンフェンと醤油で作った味付け。ウーシャンフェン。なんて何世だっわからん。ウーシャンフェン。いやもうなくなっちゃう酒が。そこの川の水で薄めたらうまくなるかな。雨で濁ってんだろ。ちょっと残念だわ、酒の量が。酒蔵のスタッフさんがわざわざここまで来てくれて、ここで車まで来てくれて、720ml の瓶がこれに入るか
一緒に確かめてくれたんだ。そう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 、めっちゃ優しかった。で入らなかったの。お店の方がすごく優しくて。完成だ。いただきます。案の定完成前にこれ飲み干すタイプ。ああ、超美味しい。超美味しいのできた。あ、うまそう。なんかとろみ入ってる。あ、うん片栗さん入れた。入れた。なるほどね。で、見て、これ家のネギね、もう刻んできた。あ、家でない刻んでんの記憶ある。朝刻んでたの見たでしょ。見た。はい、これで。海子農園の自作のネギがね。海子農園のネギ。ねえねえ、私の畑のネギ見た。見てない。超でかくなってんの。あ、そうだっけ。めっちゃでかい。他のやつってさ、ローズマリー遅くない？ローズマリーはめっちゃ遅い。発育遅くない？ローズマ発リー。育遅いで、バジルは早くね。バジルはめっちゃでかくなってる。バジルボーボーになってるよね。ボーボーで、パセリは食べられてる。あ、虫に。うん、なんかね、もりもりの芋虫みたいなに、アゲハチョウの芋虫みたいなに。パセリ食う虫なんているんだ。俺虫だったら絶対パセリ食わないけど。キャベツとか食べたよね。ニンニク食いたいわ。どちらかというと。ちょっとさ、私のね、完全目分量でやったからね、本当に失敗してるかもしれない。ちょっと柔らかい。いいんじゃない？いや、俺柔らかいの好きだよ。芯がなければいや成功だよ。ちょっとこれ怪しい。あ、大丈夫。いける？え、うまいじゃん。明日どうする？ダイソーでカップ買う？あ、いいよ。もう目分量で。もう大丈夫。うん目分量でいける。結構さ、昔さ、目分量でやってたよね。前もね、慢性的に忘れてて。同じことが起きちゃってもうね。目分量マスターしたので言ってたもんね。こっから出し入れできるよ。これもう使わないよね、明日まで。ダイソーのこれ結構たわむね。うん。いただきます。で、私思ったんだけど、これをご飯にのせて、そこに卵をのせたら、あー、いいね。うまいなって。明日はなんと渾身のフレンチトーストだからね。うん。まずここに卵で卵入れてからおかずをぶち込む。あー、これから入りそう。いや、エブリィは改善点だらけで、まあ当たり前だけど発展途上だから今いきなり作り込むんじゃなくて徐々に車中泊して実践で試しながら作り込んでいくっていうプランだから。そう、最初から 100% を目指さない。見て、美味しそうじゃん。なんか見栄えいいね、そっちの方が。こっちはもうステルスだけど、卵。ストレス卵。ステレス、ストレス、あ、スステルトレス卵。ス。うまっ。うめえ。箸上げしたい。私頑張って作ったご飯だから。なんかめっちゃここに血あるんだけど。あとめっちゃカー飛んでんだけど。やばい、カオス。血みどろなんそれだけど。絶対私の血なんだけど。うまっ。この酒さ、うすげえ飲みやすいからもっといっぱいあったら無限に飲んじゃって潰れると思う。うん。あれはやばいね。だからこの量でちょうどよかったかも。危険。飲みすぎ注意。3分に1回ぐらい昼チェックしてるんだけど。あなたの昼はいないと思うよ。もうなんかやだ。お米全部入れていいの？うん。ちょっとだけだけ残して。飲み終わった。ですね。いるね。しょうがねえんだけど。シンクいらないよね、シンクは。シンクつける余裕ないやろ。定番にシンクはいらないよね。うん。軽く歯磨きたい時とかはあった方が便利だけど。私は一人あ、100均のあれね。そうそう、ロートをペットボトルにつけて。フロートにうがいを吐き出す。そうそう。あれ普通にできるもんね。塩ここに置いて、ここに並べて乾かす。ティッシュがポンプはでもこれ、もうこれでいい。これがあったらこれでいいんだよね。受けがシンクと排水場所があれば。ただね、このポンプ結構勢いがすごくてじゃんじゃん出ちゃうんだよね、水が。あ、もう半分ぐらい減ってる。弱めにできないっていうのが弱点。まあ、ここは無尽蔵に水があるから大丈夫。帰り際にあそこで汲むのもできるしね。
った蓋もあ、それ洗ったはず。汚いよ。なんかちゃんと洗えてない。結構頑張ったよ。できる限りのことはやったよ、俺としては。パンも別に使わないよ。テーブルとか入るんじゃね？ここさ、ゴミ入れるのしない？このマットを枕もエッジメモリでさ、いつまでも粘ってるんだけどさ、ここに到着する前からすでに1メモリだって。蚊がいる。これ2個あるけど1個は俺が前から使ってんのに1個は新品なんだ。そう、これが前から使ってる。前から使ってんのに勝手に膨らまなくなっちゃってるから。ポンプあるんだっけ？あるよ。ここ開けるとプシューって膨らむ。ある程度膨らむ。ポンプ使えるの？本当に。あ、使える。違う。ライトに。これがそこに刺す。そうそうそう、これここの細いとこから出てくるから、ここが吸気口なんだよ。全然パンパンじゃないよこれ。いいや、俺残り自分の口で空気入れるわ。口緩めたら勝手に膨張するはずなんだけど。鍵これボンゴで使ってた？これボンゴで使ってた。夏の。もう幅足んなくない？いや。寝床完成。完成。ああ、気持ちいい。あれ？もう眠いんだけど。眠いね。収納欲しいわ。欲しい。ここら辺がもうごちゃ。荷物の移動がめんどくさい。荷物の移動とかしたくない。今日は頑張って荷物全部どかして、ちょっとだけ残ったのがそこにあるけど、この残ったやつらでさえごちゃってこんなになるよ。物の置き場を決めないとダメ。もう寝床を作るのでもう一苦労だからね。まずこれ膨らますのも結構だるかった。全然機械じゃ膨らまないし、結局口で膨らんだからね。あれダメだね。あれダメだよ。ファイナルおトイレ。この雨音はデッドニングしてある音だわ。違うよ。デッドニングしてないともっと鉄板が響くの。パンパンパンって。ほらこれポンポンポンって鈍い音じゃん。これはねデッドニング済みの証です。この音は。さすが。60センチ幅のモザンビークのキャンプ用のエアマットを2個敷いて、ちょうどだね。前の部分はちょうど、後ろは15センチぐらいここ隙間ができてる。ちょっと煩雑でこれごっちゃあれですけど恐縮ですけど、さっきも言ったけどこういうものとか荷物の移動せずに寝れるようにするのがベストだから、めんどくさいんだよね。めんどくさい。寝るためにいろいろ作業するのだからキャラバンは常設ベッドしてるけどめんどくさいね。その寝るためにいろいろ物を動かすの。疲れてる時になんかいろいろやるのって本当にきつい。本当にめんどくさい。軽だからなおさらそれを実現するのは難しいんだけど、できたらすごいよね。できるだけそれ楽にした。で、広さは今んとここれね、こうしちゃえばすごい広いよ。そりゃ広い、普通に2人で寝れますっていう感じ。60センチのエアマット2個敷けるから、広いですかなり。間違いなく寝心地もいいこれ。
だからそれは頑張った成果だから、頑張って荷物をどかした成果で、ここにもすごいいっぱい前に冷蔵庫とか前に置いてるから、こっちゃーってこれすごいからね。そこまでやったらもう当たり前なんです。そこまで努力しないでこの快適な寝床を実現したい、それが目標でございます。パでそう、快適な寝床ができてるのが理想だよね。じゃあこの寝床について一応説明すると、これはいつも使ってるダイソーの枕と枕カバー。結構いいよね。これはなんかボンゴで使ってたボンゴで使ってた敷きパッド。敷きパッド、シェードはね、これよく聞かれるんだけど、これなんか書いてあった、会津だって。会津さんのこれかなり、ボンゴでもこれ使ってたんだけど、裏が銀色で多分熱反射してくれる。うん。で内側このフェルトみたいな、中に綿みたいなのが入ってて、キルティング断熱性がすごい。うん。でこれはベアボーンズのランタン USB 充電式。これ一時しのぎね。ゆくゆくはサブバッテリーから12ボルト電源でこう照明をカチカチつけれるようにしたい。ほんで寝るときはこのカーテンを閉めます。これヒロくんがなんかつけといてくれた。ヒロくんカスタムで結構ね、私らはいい思いをさせていただいておる。これいいよ、このカーテン。一番下までマジックテープで留めれるから。うん。これ助は手席は結構前に倒してる。だからここは結構ボイテッドの寝袋を掛け布団にしてる。さっきの時点で23度とかだったから、朝方もっと冷えると思う。20度切るぐらいに冷える。でこのね床板を結構ギチギチにしてるから、こう隙間がないから携帯とか落とす心配はない。これは達夫がかなり頑張ってカットしてくれた。でも今こっちを見るとね、若干こっちは空いてるね。でもこっちは空いてた方がよくない？だってそれがなかったらコード自体もインバーターにつなげなかったと思うし。ああ、なるほどね。で解除するときにこれで解除せんと盗難のピーがなっちゃうんだよね。やりそう、マジで。気付けよう。朝起きたらまず鍵を探す。うん。耳栓をして寝るの？うん、私は必ず耳栓をしていますので。この雨音聞いて寝た方が寝やすそうだな。あ、それも素敵だね。ベープは焚きっぱ。で俺もこうやって寝て横になってたいな。こうやってさ。あ、それは最高だよ。あ、このガリリースしよう。バイバイ。あ、バイバイ。よかった。おやすみ。7時20分でございますよ。7時20分ですよ。私途中で結構寒くて。あ、寒くて目覚めた。目覚めた。俺4時ぐらいに1回起きた。雨止んだじゃん。これさ、なんかしぼんでない？そうそう、なんか空気抜けてんだよね、ちょっとこれ。これっしょ？そっちは？超ポンポン。あ、本当だ。これ思ったんだけど、これ良くない。しぼむのはもちろん劣化してるってのはあるんだけど、劣化すんなって話だよ。膨らませてこれしまう時もこれしぼませないといけないのかなりめんどくさいんで、俺は思ったのはやっぱ折りたたみ式のこうペタンペタンってな折りたためるマットがいいと思う。空気式じゃなくて。そう思いません？そういうの私この前探してたらこれ使ってるやついいよって言って、それあ、俺がこれを勧めたんだっけ？どうでしたっけ？はい。パタンパタンって畳むやつより小さくなるっていうのは利点だと思う。意外と小さくもならなくない？結構でかくない？これ畳んでも。パタンパタンってねやるやつはさ、あれ座椅子にもなりそうじゃない？あー、確かに。いや、いいよ、あっちの方がいいよ、絶対。あ、そう。ね。180度変わってるんですけど。
感じかな。ちなみに株で一人旅した時はかなり良かった。地面でもうすごい寝心地がいいから。いや私ね空気抜けなかった方に寝てたんですよ。普通に寝心地良かったです。寝心地最高じゃない、うん寝心地は、ね、やっぱりこれ撤収の手間がすごい。今みたいに空気抜きながら丸めないといけないから。パタンパタン式だったらもうパンパンパンはい終了じゃん。膝を乗せながらやった方がいいよ。そこに丸めながら何が面白い？膝を乗せながらやった方がいいよ。丸めの丸めながら丸めながらそこに膝を乗せるんです。ちょっと待って今ちょっとまだ膝乗せないの？今面白すぎて膝を乗せる準備が忙しいね。痛いな、なんかちょっとさなんと 22.9 度。寒い。真夏の車中泊になるかと思ったけど全然じゃんまさかの涼しいっていう、このポータブル電源は家出る時点でね 50% だったんよ。ダメほりあ、36%。サブバッテリーが今 13.3V で 97% まで減った。これ昨日使ったのは炊飯器で米炊いたぐらいだね。コタ電を今からサブバッテリーからインバーター経由で充電します。まだこのサブバッテリーは電源の取り出しは 100V しか作ってないんで今はこれ使いますけど、ゆくゆくはシガーソケットの出力もつけてシガーソケ経由でこういうものを充電できるようにする AC 100V。イーノの冷蔵庫のバッテリーは USB の急速充電のポートで充電ができるんでポータブル電源から充電しちゃいます。370ワットこっちに持ってかれてます。川の水めっちゃ冷たいこれさ川で泳ごうとか言ってたけど多分ね風邪ひく。無理だね。この時点で高得点確定。まず張り付かないことが重要だから。ずっと確保されてないでしょ。それだけで結構難易度高いんだよ。スーパーで買った蜂蜜。他のよりちょっと安かった。いただきます。90点。あと10点は何が足りない？あ、間違えた。100点かも。中が火の通りが甘いかなって思ったけど逆にそっちの方がいいかも。とろみがあった方が。美味しいじゃないそれ。
と叶いましたね、この景色を見ながらフレンチトーストっていう。めっちゃ曇ってるわ。うんごちそうさまです。そして湿度 80% どころじゃなくて 90% だわ。マジ？そこの川の水汲んでも大丈夫かな。これ牛乳を入れるの？豆乳を入れるのが好きだけど、ミルクティーにしよう。乾杯。夏っぽくない、寒い。夏感ゼロ。これはちょっと想定外だけど、過ごしやすいよ。これで灼熱だったら結構きついもん。その代わり湿度がやばいけどね。そうだ、もう一個言うのを忘れてた。昨日ひたすらガタガタ道走ってきたけど、このバッテリー一切動いてなかった。本当だ。マジックテープで固定してるだけなんだけど、床に。このエブリィのバネのおかげでもあるかもしれないけど。あ、それもあるかもね。あとね、そう真ん中に置いたからね、前輪と後輪の間って一番振動が少ないところだから、それも良かったかもしれない。骨、あ、動物の骨じゃない。動物の頭蓋骨だよね、これね。どっか幼少の骨だね。前さ、その辺まで車で入れたよね。このフラットのところとかさ、全然地形が違う。地形が完全に変わってるね。多分大雨で川が増水した時に変わるんだろうね、地形が。冷たいっしょ。行った。向こうの方行った。そこ崖だよね。断崖絶壁。怖え。藻があるから気ぃつけて。腕だけ伸ばそう。うわ、やべえ。携帯落としそう。怖っ。何か50メートルぐらい直角よ。クモの巣が幻想的な感じになってる。大量になる。雲の。あ、雲いる？いるほら。あ、いた。結構小さい雲だね。300円。これを給水に使えると思ったんですよ。なるほど、逆に組み上げモードにして。ほら、来た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 。意外と時間かかるわね。うん。重くない？重くないそれ。一瞬だわ。元の子もね、で残りをそいつにやってもらうと。そうそう。石吸い込んでさ、回らなくなっちゃった。やっちまったな。これ分解できねえかな。なんか取れそうだけど。工具とか持ってきてないもんな。一旦いいや、もう終わりにしよう。一旦終わりにしよう。次やるときはダイソーの網戸みたいのをこうフィルターとして巻きつけないとダメ。今ペクロンさんが 100% になってる。マジ？うん。意外と早いな。これ、充電がねクソ早い。だから一旦これはじゃあ外してインバーターを切っ
て、でポタ電を充電したらサブバッテリーは 79% まで減りました。今から車を動かすんで走行充電をするはずなんで、走行充電をちょっとチェックしながら山を降ります。出発の準備もなかなか大変で、助手席とか運転席に置いてた荷物を荷室に1回置いて、でやっと出発できる感じです。前のシェードもまだ外してないね。そうだね。なかなかやっぱ物の移動が伴うといろいろめんどくさいし大変だな。そういう手間を極力なくすように工夫していきたいです。なんか煙出てる。対角スタックだったね、あれは。対角スタックというと、四駆でもスタックするパターンがある。LSD を装着するとそれがなくなるっぽい。今たまたま前に行けたからよかったけど、前に行けなかったら結構積んでた。やばいな。前も後ろも行ける。40アンペアぐらい出てる。39。39.8。お、40超えた。素晴らしい。なんかちょいちょい下がることもあるけど。酒造によってもう一回あれを先テープしてから行きたい。あまりにうまかったもん。あまりにうまいけど全然量